こんにちは、たかしです。本日は6月23日日曜日、週末ですので、明日24日からのポンド円、そしてドル円の相場の見通しをやっていきます。最初にお知らせです。7月からノートメンバーシップなどの値上げをします。こちらの値上げは新規入会の方が対象です。サブスクにご興味があれば、7月までに無料期間をお試しください。URL は概要欄にあります。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円からです。こちらはポンド円冷やしなんですが、金曜日の上昇、だいたい202円付近まで上げてきました。そして先日お話ししてましたこの黄色矢印のところですね。ここ、1週間前の金曜日のこの長い上髭、ここが直近までの高値だったんですが、その上髭をローソク足の実体部分でしっかりと金曜日は上抜けしてきましたので、ここからまだ上昇していくと考えられます。現在目指しているのがX なんかでも以前からずっと投稿してますように、ポンド円に関しては203円付近が今のターゲット。ただ203円というのはあくまで目安ですので、それ以上上昇する可能性は十分ありますが、だいたい203円付近を今はめどに上昇を見ておりますので、そのあたりで一度調整の下落をするかもというところには来ております。ただ長期的なターゲットはもっと上にありますので、今一旦203円をターゲットにはしておりますが、それ以上上昇する可能性もあるので、もしショートポジションで含み損を持っている方がいるのであればご注意ください。まだまだポンド円は上昇するポテンシャルがあります。金曜日のローソク足を見ていてもそんな感じですよね。今まだここから上昇しそうな雰囲気です。ただしストキャスティクスは高値圏。これストキャスティクスどの時間軸でも今高値圏にありますので、いつ大きめの下落をしてもおかしくない。そんなところではあるんですね。ただ大きめの下落をしてもおかしくないんですが、過去の動きを見ていても、ストキャスティクス高値圏にずっと張り付いたまんまずっと上昇していたという時期もありますので、今回ここからもそうなる可能性はあります。ですのでまだまだ上昇する可能性はある中で、インジケーターとしては一度天井を意識しておく必要がありますね。では4時間足です。4時間足は結構わかりやすい動きをしているんです。この黄色のボックスを描いておりまして、このボックスの上限が綺麗に機能しているんですね。今週はこの辺りですね、ちょうど GMMA の青帯を上抜けて、そこから GMMA の青帯に押しをつけてずっと上昇。そして黄色のボックスを水曜日に上抜けしてきたんですね。そしてじりじりと上昇した後に、金曜日に一度この黄色のボックスの上限に押しをつけてますよね。この動きすごくわかりやすかったと思います。ちょうど金曜日のお昼過ぎぐらいですね。そのあたりでこれ長い下髭の陰線が出ているんですが、ここですね。このローソク足の下髭がちょうどこの黄色のボックス。このボックスの上限ずっと今まで意識されてきてますよね。ですのでそこに金曜日押しをつけに来て、そこからの上昇になっております。1時間足とかを見ていてもすごくわかりやすいなと思いましたので、金曜日エントリーするポイントがいくつかあったと思います。現在は上昇中、そして直近の高値も超えてきたというところで、週明けもこのまま上昇していく可能性があるんですが、やはり4時間足もそうですが、先ほど日足もストキャスティクスは高値圏にありますので、そう考えると一度押しをつけてほしいところですね。今は GMMA の青帯で金曜日ここでサポートされて、そしてこの黄色のボックスの上限に一度タッチしてからの上昇になっておりますので、もうしばらく週明けも上昇方向に向かう可能性はあるんですが、こういった動きのように一度どこかで GMMA には押しをつける、そういう動きをしがちなんですね。ここもそうですよね。火曜日に GMMA でサポートされて上昇して、金曜日に一度押しをつけに来て、そこからもう一回上昇っていう、過去なんかもそうなんですが、基本的には GMMA に戻してくる動きですね。GMMA の上にあるときは一度 GMMA に戻して、そこからもう一回上昇するっていう動きを繰り返しますので、金曜日のこの押しをつけて今上昇してますので、また来週どこかで押しをつければ、そこからの次の上昇のタイミングですね。そういうのをイメージしておくといいと思います。ただ4時間足単位では今上昇に入ったばかりですので、4時間足で GMMA に押しをつけてくるのはしばらく難しいかもしれませんので、ですのでもう少し時間軸を落として見ておくと分かりやすいと思います。では1時間足です。1時間足もここ1週間ずっと GMMA の青帯の上で動いているの分かりますよね。月曜日はこの GMMA の青帯の下にあって、そこから上に乗せてきました。そして火曜日にちょうど GMMA で押しをつけて、火曜日2度押しをつけてますよね。水曜日も押しをつけて、
そしてここでもそうですね、木曜日も、金曜日は一度下抜けたんですが、これ金曜日は4時間足の GMMA に押しをつけに来ましたので、1時間足は下抜けているんですが、動き方としてはすごくわかりやすい動き方をしていると思います。そして今は GMMA の青帯の話だけをしましたが、それだけを見ていても十分トレードはできると思うんですね。で、その中に4時間足に示していたこの黄色のボックス、この下の方に見えている黄色の枠ですね。これと別に1時間足だ緑と白のボックスも描いておりました。ここずっと意識されているの分かりますよね。このボックスの上限とか下限がすごく意識されている。金曜日もこの白いボックスの下限が意識されてますよね。そして一度下抜けて、この黄色のゾーンからローソク足のヒゲを出して、そこでサポートされて綺麗に上昇してきておりますので、エントリーポイントとしてはすごく分かりやすいのかなと。この辺とかもそうですし、この辺ちょっと夜中になるんですけれども、黄色のボックスを上抜けて、ここで一度押しを作っているんです。これ1時間足ではちょっと分かりにくいんですけれども、ここ下髭を出してますよね。このローソク足。これ15分足とか5分足で見ていると、すごく分かりやすいエントリーポイントを作っておりますので、その辺からエントリーできていると良かったのかなと思います。ですので金曜日はこの白いボックスを上抜けてからのエントリーとか、ちょっとこの黄色のゾーン付近でのエントリーとか、そのあたりが分かりやすかったんじゃないかと個人的には考えてます。もちろんこの白いボックスの中でも動いてますので、例えばこのボックスの下限から上限までっていうだいぶ短い値幅ではあるんですが、こういうところでの短いトレードも可能だったと思います。では週明けどういう風に動くかですが、今結構上昇してきているんですね。今インジケーターもストキャスティクスは1時間もそうですが、1時間4時間日足全て高値圏にありますので、一度この過熱感を解消に動いてほしいんですね。そしてこの赤い水平線、これが直近の高値でした。先週金曜日の高値なので、そこを今上抜けてきているので、一度ここに押しをつけてほしいところですね。イメージとしてはこんな感じですね。こんな感じで押しをつけて上昇していく、こういうような動きをしてくれば、そこからの上昇の流れに乗っていけばいいと思いますし、逆にこのまま押しをつけずにスルスルと上昇してしまった場合は、一旦様子見、もしくは短い時間軸で乗っていくっていうのもありだとは思います。ドル円も結構上昇してきて160円手前まで今来ておりますので、もしかすると週明け初動からドル円は160円を突破するような動きになってくるかもしれません。そうするとポンド円もこのまま203円を目指して上昇していくと思いますので、一度203円付近まで上昇しきってから次の押しを待つっていうのもありかもしれません。ではドル円です。ドル円の日足ですが、ここですね、まずは直近の高値 160.2 付近が今意識されております。そしてその辺付近まで今上昇はしてきましたね。なので週明けここを突破できるのか、それともここで今ダブルトップっていうことも考えられますので、ダブルトップからの下落になるのか、今までずっとこの白いトレンドライン、そして GMMA の青帯でサポートされながらずっと上昇してきてますので、今回一度押しをつけてもおかしくない。そしてストキャスティクスも高値圏にありますので、一度押しをつけてから上昇するっていう形を作ってくれるとエントリーがしやすいと思うんですが、その場合下落してくると157円とかそのあたりまでの下落幅があるというところは考えておいてください。では4時間足です。ここの白いのが先ほど日足に引いていたトレンドライン、そして4時間足とは別に緑のトレンドラインを引いております。そしてこのオレンジの水平線が過去の高値ですね。ですので今結構強い上昇しているのがわかりますね。今週なんかは特にそうなんですが、 GMMA の青帯に接触したのが先週の金曜日なんですね。そこから GMMA の青帯に戻すことなくずっと上昇してきてます。特に金曜日は強い上昇になってますね。月曜日このまま160円上抜けていくのか、それとも現在は先ほど日足のダブルトップでしたので、ここから次下落してきてオレンジの水平線付近158円ぐらいまで押しをつけてくるのかっていうところですが、今160円手前で158円まで押しをつけるとなると結構な下落幅になりますので、そこはご注意ください。4時間足ストキャスティクスは高値圏、日足も高値圏でしたので、一度どこかで調整を待ちたいところです。ただ今の動きを見ていると、この水曜日とか木曜日、水木金と全然押しを作らずに上昇してきてますので、エントリーのポイントは難しいと思いますので、無理してトレードする必要はないと思います。では1時間足です。そんな中で1時間足は小さくですが押しをつけておりますので、そのポイントに赤い水平線を引いてます。ここですね。まず 159.1 付近とここ 158.2 付近がありますので、この辺への押しを待ちたいですね。ここまで 158.2 付近まで下落すると結構大きいんですが、今1時間足で現実的なのはここですね。 159.1 付近、1時間足は綺麗に GMMA の青帯に沿って上昇してきてますので、そう考えるとこれ月曜日は一度押しをつけてこういう動き方ですよね。
159.1 付近もしくは GMMA の青帯に押しをつけて再上昇していくっていう、そういうところを見ておくとエントリーポイントが分かりやすいと思います。ただ逆に言えば、このすぐ上には160円、そして過去の高値の 160.2 というところがありますので、その辺付近まで上昇すれば、そこは売り圧力が入りやすい。なので今は押しを待たずにもし上昇していく場合っていうのは、当然ここで日足のダブルトップになって下落するっていうことも考えられるので、押しをつけたところからの押し目買いならいいんですが、押しをつけずに上昇する場合は次の下落に備えた方がいいかもしれません。ですのでドル円ですと、例えばこの赤い水平線にアラートを仕掛けておいて、そこにタッチすれば次エントリーを検討するっていう、そんな考え方をしておくとチャートに貼り付かなくていいのでいいと思います。もしくはここですね、160円にアラート、もしくは 160.2、それからこの赤い水平線の 159.1 付近にアラートを仕掛けておくと分かりやすいと思います。トレーディングビューではアラート無料で使えますので、もしトレーディングビューをまだご利用でない場合は概要欄に URL を貼っておきますので、よければそちらから無料登録をしてみてください。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。こちらは7月から値上げをしますので、ご興味があれば6月中にご登録をお願いします。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。